ストーリー第10部、ハローアナザウェイ。それぞれの場所。2000年春、それぞれの場所で交差する運命。プロローグ、新たな一歩。ザ・ブリリアント・グリーンは、曖昧ボイの成功を経て新しいシングル。ハローアナザウェイ。それぞれの場所の制作を進めていた。この楽曲は、人はそれぞれ異なる道を歩むがどこかでつながっている。というテーマを描いている。川瀬智子は、歌詞を書くにあたり当時の自分自身と深く向き合っていた。この歌詞ちょっと寂しい感じがするけどそれがいいんじゃないかな。スタジオで彼女が口にした言葉に松井と奥田はうなずいた。最近どんどんインターネットが普及してつながりが簡単になった分、逆に孤独を感じる人も増えてる気がするんだよね。これって変な話だけど、そういう時代だからこそ音楽が人と人をつなげる力になればいいなって思うの。智子の発言に奥田はふと視線を落とした。彼の中には未来を知るがゆえの重い葛藤があった。西鉄バスジャック事件と智子の視点。5月に起きた西鉄バスジャック事件は全国に衝撃を与えた。智子はこのニュースを知りショックを受けていた。事件前に犯行予告が2チャンネルに投稿されていたことが発覚し、掲示板の運営者であるひろゆきがニュースステーションという番組に出演していた。この掲示板を主催し管理している西村さんは、この奇妙な出来事について調べています。誰でも自分の好きな話題のコーナーを作って、それに対して世界中の人がコメントを載せられるようになってる。匿名というのが前提になりますので、嘘もありますし、ひどいことも書かれますし、そういうのを嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。問題の12時18分の書き込みについては、時間を書き換えるっていうのは不可能ですので、あの時間に書き込まれたもので、その記録というのもサーバーの方に残ってます。警察もこの奇妙な出来事について捜査中で、真相はまだ藪の中です。なんか冷静すぎて怖い人だなって思った。あのひろゆきってやつ意見が的確だよな。賛否は分かれるけど。でもなんか人の心を感じないというか。本当に人を助けたいとか思ってるのかな。その夜奥田は黙ってテレビを見つめていた。智子はその様子に気づきそっと声をかけた。何か気になるの？いや。ただの考え事だよ。その言葉に智子は引っかかるものを感じつつも、それ以上は追求しなかった。堀江の決断、ライブドアという挑戦。智子は堀江貴文の名前を聞くたびに、奥田が少し複雑そうな顔をすることに気づいていた。ある日スタジオで休憩していると奥田に電話がかかってきた。堀江くんか。奥田さん聞いてくださいよ。会社の名前をライブドアに変えることにしたんです。ライブドアか。いい名前だな。挑戦って感じがするよ。智子は奥田が電話を切った後彼に尋ねた。さっきの電話。堀江さん。そうだよ。彼。すごくやる気に満ちてた。堀江さんのこと心配してるの。奥田はしばらく黙り苦笑いを浮かべながら答えた。まあ少しな。彼は未来がどう転ぶかなんて知らないからさ。でもそれが彼の強さなのかもしれない。私たちもそうだよね。未来なんてわからないから今を精一杯生きて音楽を作ってるんだもん。その言葉に奥田は少し救われたような気がした。音楽と時代。ハローアナザウェイの制作は順調に進んでいたが智子は時代の変化を敏感に感じていた。最近ファンレターの代わりにメールが増えてきたんだよね。どんどん便利になるけどなんかちょっと味気ない気もするな。
そういう時代なんだろうな。でも便利になる分つながり方も変わるってことかもな。でも私は音楽って会いに行く理由みたいなものだと思うの。だからこそインターネット時代でも音楽で心をつなげられる存在でいたいな。奥田はその言葉を聞いて微笑んだ。智子の純粋な思いが彼にとっての救いだった。奥田の警戒、ひろゆきとの再接触。ある夜奥田はひろゆきから再び連絡を受ける。智子はその様子を見て不安そうに尋ねた。ひろゆきさんから。ああ。でも彼の意図がわからないんだよな。無理しないでね。私たちは一緒にやってるんだから何かあったら言って。その言葉に奥田は少しだけ胸が軽くなるのを感じた。ハローアナザウェイ。それぞれの場所、完成。最終的に完成したハローアナザウェイは、智子の歌声を軸に、時代の不安や希望を感じさせる作品となった。智子の透き通るような歌声が聴く人の心に直接語りかけるような仕上がりだった。この曲、みんなそれぞれの場所で聴いてくれるんだろうな。それがすごく楽しみ。でもライブでは一つの場所に集まれる。それが音楽のいいところだよな。そうだな。俺たちの音楽でそれぞれの場所に希望を届けられればいい。エピローグ、智子の願い。リリースされたハローアナザウェイは、ファンだけでなく時代の変化を感じる多くの人々の心に響いた。智子はインタビューでこう語った。それぞれの場所で違う道を歩んでいても心の中ではつながっていられる。それを信じて進んでいきたい。彼女の言葉は未来を知る奥田や異なる場所で挑戦を続ける堀江やひろゆきにも届いているかのようだった。